今回は外れたスライダーをつける方法第3弾です。今まで2回つけ方を紹介してきましたが、今回は少し安定してつけられる方法です。これは100均で売っているコイルファスナーです。このスライダーを入れます。まず左側にファスナーを持って先の分かれた方をこのように入れて1センチぐらい入れます。そこで下を押さえてから反対側を刺します。少し強めに下に引いて、今こんな感じです。これをこのように右手の親指で一緒に押さえて上に引き上げるだけです。ここに少し段差はできますが、安定して簡単に入れることができます。もう一回やってみます。スライダーの分かれた方を上にして左側を通します。1センチぐらい下を持って反対側をはめます。ちょっと強めに引いてこの状態から片手でファスナーの端を持ちます。そのまま引き上げるとこのように簡単につけられます。この方法を応用すると1本だけで作るこのようなポーチも作ることができます。これは裏地付きですが、端がこのようにつながったファスナー1本になっています。1本をつなげるには端から入れて端を押さえて反対側をグッと下に引いてこれで通ります。こちらの簡単ファスナーポーチの作り方も次回紹介します。今回はこのようにバラバラになったコイルファスナーにスライダーをつける方法です。セリアなどでバラでも売っています。余ったコイルファスナーの活用にもおすすめです。コイルファスナーというのは100均などで売っている長いファスナーにスライダーのついたものです。普通に使っていると余ってしまうので、別売りのスライダーを使うとまたファスナーを活用できます。以前にもこの方法は紹介しましたが、今回もう少し簡単につける方法を紹介します。ファスナーの山になった部分が上になるように置きます。右側だけ今回はカットします。スライダー側の1センチぐらい上から斜めに切ります。こんな感じです。つけたいスライダーのこの閉じた方を上にして左側に通します。1センチぐらい出してここを押さえます。反対側を上から通して端を一緒に押さえます。上げるとスライダーがつきます。取れても何回でもやり直しできます。今度はシルバーをつけてみます。1センチぐらい出しておいて
押さえます。そうすると下に外れないのでつけやすくなります。斜めにカットした方を上から入れて押さえて引き上げます。この方法だと下に抜けることがないのできれいにつけることができます。このように外れてしまったコイルファスナーを簡単に元に戻す方法を紹介します。もう一度ゆっくり解説します。まずこの端のところですが、ほつれていると入れにくくなってしまうので出てる糸をカットします。慣れてきたらそのままでも良いのですが、慣れない間は端にマニキュアかほつれ止めを塗っておくとつけやすくなります。まず外れたスライダーにこのように2つに分かれた方とこのように分かれてない方があるので分かれた方に入れます。まず左側、右からでも良いです。入れる時にこうまっすぐ入れるのではなく、ハの字になるように斜めに少し引っ掛けます。反対側も斜めに入れて、上から3ミリぐらい開いた状態にします。そこから2つを同時に上のラインまで引き上げます。2つを折るようにしてつまんで、上端を持って手前に引くと入ります。まず斜めに少し入れて、上から3ミリぐらい開けて反対側も入れます。上を押すようにして横一列にします。折り返して端を持ってこれでできます。反対から入れる方はもう少し簡単です。閉じた状態から入れるときはこの開いている方をちょっとかませるようにして入れます。プチっていう音がすると思うので、そこから横に切り開くようにまたプチッと言わせます。するとこのように入ります。もう一回すると開いた方を入れて、止まるとこまで入れたら横にプチッ、これでできます。コイルファスナーよりももう少しスライダーの小さいタイプのフラットニットファスナーなどもつけられますが、この場合ちょっとこの同じ方法でつけにくい時があります。そういう時は端を揃えて端から 1.5 センチに線を引きます。これはだいたいでいいです。線を引いてちょっとカットします。線まで切って斜めにこのようにカットします。この2つに分かれた方に同じように斜めに入れます。反対側も軽く入れて、このように上の線で合わせます。上を持って引っ張るとこのようにスライダーを戻すことができます。